ほー、ジャイジャイのジョアナです。今日もうちの大好きな御言葉を一つみんなに紹介したいと思います。今日の御言葉はゼカリア書っていう旧約聖書の本から取ってん。ゼカリアっていう人は預言者で、前の御言葉の続きになんねんけど、前の御言葉の舞台やったユダヤっていうとこでゼカリアさんは預言者っていう仕事をしてはってん。預言者ってどういう人なんやろうって思ってる方は前回のビデオをご覧ください。で、ゼカリアさんはユダヤの人々がバビロン捕囚って言って、バビロンっていう王国に捕虜として連れられて、そこで70年間過ごして、その後ユダヤに戻ってきて、その時に神様のための神殿を建て直そうって言って活躍した人がゼカリアさんやねん。で、そうやってみんなをもう一度神様のために生きようって言ってみんなに語りかけてた人やねんな。で、この御言葉が好きになったきっかけは、2016年バングラデシュでボランティア活動をしててんけど、ちょうど大学1年生が終わった夏休みで、なんか1年生の終わりになるにつれて、なんかちゃんと祈れてなくて、聖書も読めてなくて、でバングラデシュにいた時、うち毎日朝聖書読むようにしてんねんけど、その時にフォローしてた聖書、なんていうのあれ、聖書を読むためのプランみたいな感じ、それが民数記やってん。で、民数記を読んだことある人はわかると思うねんけど、すごい難しい本やねんな。なんかずらーっと、名前からわかるけど、統計でなんか情報がいっぱい詰まってて、でなんかもうめんどくさいなと思ってちゃんと聖書読めてなくて、ですごいなんか神様からどんどん遠く離れてる気がしてて、である日他のボランティアたちと一緒に話してたら、なんかこんな経験あんまないねんけど、はっきりと頭の中でゼカリアっていう名前がしてん。なんか誰かがゼカリアってうちに遠くから叫んだような感じで、ゼカリア、聖書のゼカリアと思って、いやゼカリア書ってなんか内容も覚えてないし、何の本なんやろ全くわからんと思って、家っていうかその泊まってたところに戻ってゼカリア書を開いて、1節読んで2節読んで3節目に来た時に、これ神様がうちに言おうとしてはることやって思って、それで好きになりました。じゃあ今から読むで。ゼカリア書1章の3節。あなたは、このあなたっていうのはゼカリアさんのことな。あなたは彼らに言え、万軍の主はこう仰せられる。私に帰れ。万軍の主の蜜げ。そうすれば私もあなた方に帰る。と万軍の主は仰せられる。この御言葉ほんまにぐさっときてん。あの時の気持ちまだ覚えてる。うわ、私に帰れ。そうすれば私もあなた方に帰るっていうのぐさっときてん。でもそれと同時にもうなんか解放されたみたいな、めっちゃはぁって思ってん。そっか、神様はいつでもうちがどんなに失敗しても、どんなになんか神様から遠く離れてしまっても、いつでも帰ってきてほしいねん。で、神様ってさ、そういう風に私たちのことほんまにすんごく愛してはるから、セカンドチャンス、サードチャンス、フォースチャンス、何回でもチャンスくれはんねん。もう死んでしまったら遅すぎるけど、死ぬまではうちらっていつでも、ほんまにいつでも神様のとこに戻ることができんねん。で、神様はそれ約束してはんねんで。そうすれば私はあなた方に帰るって。で、昔の失敗のこととかは神様にごめんなさいって言ったら忘れてくれはんねん。友達と喧嘩して仲直りして元通りに戻ることって普通できひんやん。お互いに昔のこと覚えてるから。
でも神様は昔のことを全部もう真っ白にしてくれて、もう洗い直される感じ、もう全く忘れてくれはんねん。だからこの御言葉、失敗したなとか、なんか最近ちょっとなんかあかんなとか思った時にほんまに励ましになる。なんか私が神様のところに行って、ごめんなさい、またあなたのために行きたいですって言いさえすれば、神様もほんまに大きな手でこうやってハグして迎えてくれる。そういうそういう御言葉やから大好きで、今日ついでに言いたかったことは、もしなんか昔ちっちゃい時に教会学校行ってたなとか、昔神様に祈ったけどでも今更また祈るのは遅すぎるなとか、そういう風に思う方はぜひぜひ一回だけでいいから神様にまた祈ってみてほしいなって思います。またもう一度聖書を開いてほしいなって。神様に戻るのは、変えるのは遅すぎることは絶対にありません。で、うちも神様のとこに帰ろうって励まされるから、この御言葉が大好きです。じゃあ次回もお楽しみに。バイバーイ。